18世紀のフランス、絶対王政の権威がまだ宮廷を覆い、ベルサイユは栄光の象徴として燦然と輝いていた。その中で異例の出自を持つ女性が王の寵愛を受け、やがて宮廷と国家の政策形成に影響を及ぼす存在となるジャンヌ・アントワネット・ポワソン、後のポンパドゥール公爵夫人である。彼女は王妃でも貴族でもなく、しかし国王ルイ15世の信任を背景に、美術、演劇、哲学から外交、戦争に至るまで制度と思想の境界を横断していく。なぜ庶民出身の彼女が絶対王政の中枢に迎え入れられたのか。そしてその存在は体制を支えたのか、あるいは内側から変容させたのか。ポンパドゥール夫人の足跡をたどることは、制度と個人、権力と文化の交差点にある18世紀のフランス国家を再発見する試みでもある。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、王の長期としての登場。1745年、仮面舞踏会と制度化される愛称の地。1745年、ベルサイユ宮殿で催された仮面舞踏会において、ルイ15世の視線を一身に集めた女性がいた。彼女の名はジャンヌ・アントワネット・ポワソン。裕福な平民家庭に生まれ、早くから占い師に王の愛人になる運命と予言されて育てられた彼女は、ついに国王と直接対面し、瞬く間に宮廷の中心へと引き上げられた。この年、正式にポンパドゥール公爵夫人の称号を授かり、王の公的愛称としての地位を制度的に獲得するのである。この出来事は単なる個人的な恋愛や偶然の出会いではなく、当時の王権構造と社会的文脈を背景にした政治的登場だった。絶対王政下のフランスでは、国王の愛称は国家の儀礼と制度に組み込まれた存在であり、王の意思を取り継ぐ非公式の枢密顧問として重用されることがしばしばあった。王妃マリア・レクザンスカとの関係が冷え切っていたこともあり、ルイ15世にとってポンパドゥール夫人は精神的支えであると同時に政治的相談役ともなり得たのである。一方で、この登場はフランス宮廷と広く国内社会に大きな波紋を呼ぶことになる。貴族社会においては、王の側近としての地位を貴族出身の女性が占めることに強い反発が巻き起こった。多くの旧来の帝臣たちは彼女を身分制度を踏みにじる存在とみなし、排除を試みたが、彼女は礼儀作法、詩歌、演劇、外交などを短期間で学び、ベルサイユの作法を巧みに掌握していった。周辺諸国もこの動向を見逃してはいなかった。特にイギリスやプロイセンは、王の側に新たな影響力を持つ人物が現れたことを警戒し、ポンパドゥール夫人の政治的関与の可能性について情報収集を強化した。王室に公式の干渉を持たない人物が国家運営に影響を与える。これは制度の予測を超える事態だった。制度面では、ポンパドゥール夫人の存在が愛称の制度化をさらに進める契機となった。彼女のために与えられたディエール館は宮廷内における準王妃的な居住空間とされ、実際の儀式や接遇においても王妃に準じた扱いが与えられた。つまり、愛称という私的立場が制度的に組み込まれることで、絶対王政はより柔軟かつ複雑な権力構造を形成していったのである。当時の世論は、夫人をめぐって二分された。一部の啓蒙思想家や芸術家たちは、彼女の教養と文化的素養を評価し、むしろ宮廷の刷新の兆しとして歓迎した。対して庶民層、特に都市の労働者や農民は、国王の浪費とともに彼女の存在を象徴的な敵として捉え、風刺詩やパンフレットで高慢で浪費癖のある成り上がり者として描いた。ポンパドゥール夫人はこのような民衆の嘲笑や憎悪を一身に受けながらも、権力の中枢に位置し続けることとなる。現代史研究では、この1745年の宮廷登場が制度に組み込まれた個人権力の出発点であり、近代的な政治文化の転換期における象徴的事件とみなされている。ジャンヌ・アントワネット・ポワソンという一人の女性が、階級と性、そして制度の垣根を横断しながら、絶対王政の終盤に独自の位置を築いていったという構造的意義が、改めて注目されている。第2章、啓蒙と文化の庇護者、知識人ネットワークと宮廷文化政策の転換点。
ベルサイユ宮廷においてポンパドゥール夫人がその地位を確固たるものとした後、彼女が最も精力的に取り組んだのが文化政策と啓蒙思想の支援であった。とりわけ1750年代、彼女はディドロ、ダランベール、ボルテール、モンテスキューら当時の啓蒙思想家たちと接触を持ち、サロンを通じて新しい地のネットワークを形成していった。この過程においてベルサイユの宮廷は単なる豪奢の場から啓蒙思想の媒介点として新たな文化的機能を帯びるようになる。背景にはフランス社会全体に広がりつつあった啓蒙の波があった。科学的合理性、宗教批判、経済改革を主張する知識人たちは既存の絶対王政とカトリック教会の秩序に挑戦し始めていた。一方でルイ15世政権は政治的には慎重な保守姿勢を崩さず、表立った改革には踏み込めなかった。そのため制度の外側から徐々に制度内部にアクセスできる中間的な存在が必要とされていた。ポンパドゥール夫人はこの隙間を埋める存在として文化と政治を橋渡しする役割を果たすことになる。周辺諸国、特にプロイセンのフリードリヒ2世が自らを啓蒙君主として知識人を庇護していたのに対し、フランスでは王自身ではなく非公式な長期である夫人がこの役割を代行した。これは制度の柔軟性を示す一方で国王の消極性を露呈する構造的矛盾でもあった。プロイセン大使館やイギリス外交官の記録には、ポンパドゥール夫人が文化政策や学術庇護に積極的であることに驚きと警戒の意が記されている。一方、国内の世論は複雑だった。知識人や都市中間層は彼女の庇護のもと百科全書の出版が続けられたことに好意的だったが、農村部や保守的な貴族層からは政治に関与する女、王妃を使う芸術趣味人との非難が絶えなかった。ことに風刺詩や木版画では彼女が浪費家あるいは魔女的文化操作者として描かれることが多く、文化政策そのものが世論の分裂を加速させた側面もある。制度的成果として特筆すべきはセーブルジ機工場の育成と王立芸術アカデミーへの資金援助である。彼女は経済振興と美術振興を一体として構想し、産業と文化の双方に制度的枠組みを設けた。この方針は近代国家における官民連携的政策の先駆けともいえるもので、彼女の文化的パトロネージは単なる趣味の範疇を超えて国家構造の一端を担っていた。宮廷内の評価も分かれた。啓蒙派の帝臣や芸術家たちは彼女を時代の感受性を体現する女性と称賛したが、保守的な聖職者や貴族たちは文化を政治に持ち込む危険な人物とみなした。特に聖職者会議では百科全書の掲載内容が教義に反するとしてしばしば発禁を求め、ポンパドゥール夫人を暗に攻撃する場面があった。現代の研究では彼女の文化庇護がフランス啓蒙の媒介構造として極めて重要だったと評価されている。彼女は制度の内外を横断する中間的存在として知識人たちが生き延び、出版と議論を継続できる余白を提供した。その活動は宮廷と社会の間に生まれつつあった文化の緊張を緩和し、政治制度とは異なる方法で近代への接続を図ったものとみなされている。第3章、外交と戦争への関与。7年戦争と外交革命。1756年、フランスはオーストリアと同盟を結び、ヨーロッパ全体を巻き込む7年戦争に突入した。この一連の外交転換の過程において、ポンパドゥール公爵夫人が果たした役割は小さくない。従来、フランスとオーストリアはハプスブルク・ブルボン間の宿敵関係にあったが、この枠組みを覆す外交革命が実現した背景には、夫人の強い意志と宮廷内部での影響力があったとされている。この外交転換の背景には、18世紀半ばの国際政治の再編成があった。イギリスとプロイセンが接近し、植民地や中央での覇権をめぐる緊張が高まる中で、フランスはかつての敵国であるオーストリアとの協調を選ばざるを得なかった。だが、王政の中枢においてこの大胆な路線転換を推進した人物は、公式な大臣ではなく、国王の側に仕える長期であった。ポンパドゥール夫人はマリア・テレジアの特使であるカウニッツ伯らと接触し、国王に同盟の必要性を説いたとされる。この決断は国内外に波紋を広げた。特にイギリスはフランス宮廷における非公式人物の外交関与を厳しく警戒し、
ポンパドゥール夫人の名前を報告書の中に繰り返し登場させている。彼女が表舞台に立つことは少なかったが、国王の信任を背景に人事と政策決定に介入できる立場にあった。軍部や財務官僚の中には彼女の推薦によって登用された者もおり、これが戦時体制の構築に影響を及ぼした。しかし7年戦争の戦局はフランスにとって芳しいものではなかった。北米ではケベックやモントリオールを失い、インドでもイギリス東インド会社に遅れを取った。この敗北はポンパドゥール夫人の外交判断を批判する材料として用いられ、彼女の影響力を問題視する声が一層強まった。民衆の間では戦争を操る成り上がり女というレッテルが貼られ、新聞や風刺画で激しく攻撃された。制度的にも非公式人物が外交政策に関与することへの反発は強かった。国務会議の枠外で行われた意思決定が制度の透明性と正当性を揺るがしたと見る声は多く、王政の権威そのものに対する不信感を助長する要因にもなった。結果的に7年戦争は1763年のパリ条約でフランスにとって不利な形で終結し、軍事的敗北と財政難が重くのしかかることとなる。とはいえ、現代の研究ではポンパドゥール夫人の外交関与は女性による間接的な国家形成の試みとして再評価されつつある。彼女は決して単独で政策を決定していたわけではなく、当時の国際情勢に即した対応として同盟転換を支援したに過ぎないとする見方が主流となっている。また、王権の制度的限界が彼女のような制度外の存在に補完的な役割を求めたという構造的理解も進んでいる。このように、ポンパドゥール夫人の外交介入は、7年戦争という具体的な歴史の中で、絶対王政が抱える柔軟性と危うさを浮き彫りにする契機となった。第4章、財政危機と文化支出、制度を支える美と経済の政治。7年戦争後、フランス王国は深刻な財政難に直面した。国債の累積、戦費の増大、植民地の喪失による商業収入の減少。こうした中でポンパドゥール公爵夫人は、軍事と外交に続き、財政と文化政策の交差点に立たされることになる。彼女の行動は、単なる芸術の庇護にとどまらず、国家経済の再編にも関わる制度的支出の正当化という構造的課題に向けられていた。背景には、18世紀フランス王政が伝統的な租税体系に頼り切っており、新たな財政需要に制度的対応が追いついていないという問題があった。特権階級である貴族や聖職者が免税特権を保持する中、国家の財政は都市中元層と農民層の重税に依存していた。こうした構造的な脆弱性の中で、ポンパドゥール夫人の文化支出は批判の的となりやすかった。一方で、彼女はセーブル時機工場を王立事業として強化し、美術工芸の国家的振興を試みた。これは一種の産業政策として、貴族階級の消費文化と都市の手工業を接続する経済刺激策であり、ベルサイユ発の王室ブランド戦略でもあった。このように、文化を通じた財政再建は単なる装飾ではなく、制度と経済を結び直す実用的な政策でもあった。だが、世論は冷ややかだった。宮廷の贅沢は常に民衆の怒りを呼び、特に貧困層の間では、戦争に負け、なお遊興にふける王とその情婦という図式が浸透していた。風刺文学や街頭詩では、ポンパドゥール夫人は金食い虫として描かれ、国庫の破綻を象徴する存在とされた。宮廷改革を唱える一部の官僚ですら、彼女の存在を制度が一出の元凶と捉え始める。制度面では、彼女の文化活動は王室予算に組み込まれた私的支出として法的正当性を持っていたが、その境界は曖昧だった。特に財務総監と王室管理局の間で、予算編成における彼女の影響力が問題視されるようになり、制度上の透明性という近代的理念が浮上する一因となった。一方、同時代の知識人の中には、ポンパドゥール夫人を国家の文化資本を形成する先見の女性と評価する声もあった。ボルテールは彼女の知性と芸術的感性を高く評価し、夫人宛ての書簡でその功績を称えている。彼女が芸術、演劇、出版において多様な庇護を行ったことが、結果的に啓蒙思想の拡大を支える土壌ともなった。現代の研究では、
財政と文化が制度の維持と社会の説得という両面で連携していたことが指摘される。ポンパドゥール夫人の支出は浪費ではなく、制度的正当性を装飾的に再生産する手段であり、王権の権威維持と文化的統合を図る戦略的支出だったという再解釈が進んでいる。このように戦後フランスの財政危機下において、ポンパドゥール夫人は文化を通じて制度を補完し、理と経済の政治的統合を模索していたのである。第5章、病と権威、周辺へ向かう宮廷生活とその残響。1760年代、ポンパドゥール公爵夫人は持病である肺疾患に悩まされながらも、ベルサイユ宮廷における自らの地位を守り続けていた。7年戦争の敗北や財政難、激化する批判にさらされつつも、彼女は王の信任を失わず、最後まで宮廷の儀礼と文化運営に関わり続けた。1764年に死去するその瞬間まで、彼女は王の長期を超えた存在として絶対王政の象徴の一部となっていた。この晩年期の背景には、ルイ15世政権そのものの疲弊と構造的限界が横たわっている。7年戦争の影響により、王権は軍事的信頼を失い、財政は逼迫、宮廷内では派閥抗争が絶えず、王自身の政治的判断力も低下しつつあった。このような困難の中で、ポンパドゥール夫人は王の側にあり続けることで、政権の安定装置のような役割を果たしていた。外交的には、彼女の病状とともに表舞台からの退場が近づくにつれ、周辺諸国も彼女の影響力の終焉を予感していた。とりわけオーストリアやイギリスの大使館は、後任の長期や新たな勢力が誰になるのかに注目し始めており、ポンパドゥール夫人という政治文化の仲介者が消えることの外交的難易を計算していた。一方、民衆の感覚は複雑だった。パンフレットや風刺詩では依然として彼女への非難が続いていたが、死去が報じられると突然ある種の哀悼とともに偉大なる長期として記憶する声も現れ始める。この生前の敵意と死後の尊敬の転換は、民衆が宮廷という制度と距離を取りつつも、文化的意向に対して一定の敬意を払っていたことを示唆している。制度的には、ポンパドゥール夫人の死によって、ベルサイユ宮廷の非公式な機能が空白となり、しばしば長期を通じて行われていた情報の流通や人事の調整、文化支援の継続が滞るようになる。これは、制度が彼女という個人に過度に依存していたことを露呈するものであり、絶対王政の限界を浮き彫りにする象徴的な瞬間であった。同時代の反応も分かれた。啓蒙思想家の中には、彼女を知性ある近代の女性と称えた者もいれば、贅沢と制度の堕落を象徴した存在として批判的に記録した者もいた。ボルテールやグリムの手紙には、彼女の死を惜しむとともに、時代の終わりの感覚がにじんでいる。現代では、彼女の晩年は非制度的権力の終焉として評価されている。特定の制度的地位を持たない者が、制度の間隙に入り込むことで構造を補完し、やがてその個人の退場が制度の脆弱性を明らかにする。この構図は、18世紀の絶対王政の運営原理とその限界を読み解く手がかりとして重要視されている。ポンパドゥール夫人の死は、ベルサイユ文化の一時代の終焉であると同時に、制度が個人に依存しすぎた王政の構造的欠陥を象徴する出来事でもあった。第6章、死後の影響力、制度の空白と記憶の再編。1764年、ポンパドゥール公爵夫人がこの世を去ると、ベルサイユ宮廷には目に見えない空白が生じた。それは単なる一女性の不在ではなく、制度的に曖昧な位置から王政を補完していた文化的政治的仲介者の喪失を意味していた。夫人の死は、制度が一個人に過度に依存していたという構造的問題を可視化し、王政の脆弱性をあらわにする契機となった。背景にあるのは、ポンパドゥール夫人が担っていた多層的な役割である。王室儀礼の調整者、啓蒙思想の庇護者、外交人事の非公式顧問として、彼女は制度の内と外を自在に行き来する存在だった。その役割が突然失われたことで、王政は文化政策の継続や情報の流通経路を再構築する必要に迫られたが、これを制度内で代替できる仕組みは存在していなかった。後任の長期、デュバリー夫人は容姿ではポンパドゥールに劣らず王の寵愛を受けたが、
知識人や貴族層からの評価は著しく低かった。彼女は文化や政策への関心を示さず、啓蒙思想家との接点も乏しかった。その結果、宮廷は急速に知的緊張を失い、制度の象徴としての宮廷文化が空洞化していく。ここにポンパドゥール夫人の非凡さが死後にはっきりと浮かび上がる。民衆の記憶も分裂していた。生前は贅沢と戦争の象徴として批判された彼女だが、死後には最後の偉大な長期として回顧されるようになる。特に19世紀以降の歴史画や文学作品では、彼女が文化を愛し、国家に尽くした理想の女性政治家的に描かれることが増え、イメージの再編が進んでいった。制度面では、彼女の死によって非公式な文化支援の仕組みも崩壊した。王室芸術アカデミーやセーブル磁気工場は、しばらく支援体制の再建に苦しみ、啓蒙思想家たちも出版や研究の後ろ盾を失うこととなった。制度に依存しない支援構造がいかに制度全体を補強していたかが逆説的に浮かび上がることとなる。外交面では、彼女の退場を境にオーストリアとの同盟も冷却化し、7年戦争後のフランスは外交的孤立を深めていく。特に国王の意思決定が不明確となり、制度の求心力を失った宮廷は政治の中枢としての役割を徐々に放棄していった。ポンパドゥール夫人という一個人の影響が国際関係の構造にまで波及していたことが明らかになる。現代の歴史学では、彼女の死後の影響力を制度の中の空白として再評価している。制度が不在を埋めきれなかったこと、そして民衆と知識人が記憶を再編成した過程は、政治文化の構造的変容を示す事例とされている。彼女の死は、制度と個人が相互に依存し合う18世紀的政治構造の限界を象徴していた。このように、ポンパドゥール夫人の死後の影響は、制度、記憶、外交、文化のすべてにまたがりながら、18世紀フランスの政治と社会の変化を映す鏡となっていった。第7章、再評価と女性権力の系譜、歴史の中のポンパドゥール像。19世紀以降、ポンパドゥール公爵夫人の評価は大きく揺れ動いてきた。革命期フランスでは、彼女は旧体制の象徴として糾弾され、浪費と政治的腐敗の代名詞とされた。一方で、19世紀末から20世紀にかけての歴史研究や女性史の進展の中で、彼女の存在は再び注目を集めるようになり、制度を動かした女性、文化を創造した政治的エージェントとしての像が徐々に定着していく。こうした再評価の背景には、絶対王政の構造における制度外の権力の存在意義が再検討されたことがある。ポンパドゥール夫人は王妃でも官僚でもなかったが、実質的に人事、外交、文化政策に関与し、制度の柔軟性と脆弱性を同時に体現していた。これは、公式制度と非公式影響力の相互作用という視点から近代全政治体制を読み解く試みにとって極めて重要な事例である。また、フェミニズム史学の観点からも、彼女は興味深い研究対象となっている。平民出身の女性が、知性と教養によって宮廷での地位を築き、文化と政治に制度的影響を与えたことは、18世紀のジェンダー秩序における例外的な達成とみなされる。同時代の男性政治家たちの視線にさらされながらも、彼女は制度に従属せず、かといって制度から逸脱もしない巧妙なバランスを保ち続けた。文化史的にも、彼女が後世に残した美術品や建築、さらには支援した啓蒙思想の出版物は、18世紀フランス文化の水準と多様性を象徴するものとされる。セーブル時期、ポンパドゥール様式の調度品、宮廷演劇の発展など、彼女の名を冠する文化遺産は今なお世界中の博物館でその影響を伝えている。他方で、彼女の影響を制度的逸脱とみなす批判的視点も根強い。近年の研究では、ポンパドゥール夫人の活動が王政の閉鎖性と密室性を補強した側面があること、そしてそれがフランス革命前夜の政治的不信と制度疲弊に一役買った可能性についても議論されている。彼女の存在は、制度が公的正当性を失いつつある兆候を内包していたとも読めるのである。こうした賛否の両論は、ポンパドゥール夫人という存在が単なる一個人を超え、制度と個人、ジェンダーと権力、文化と政治が交錯する象徴として、
現代の歴史理解にとってなお有効な問いを投げかけていることを示している。現代の私たちが彼女に学ぶべきなのは、制度の内部と外部をつなぐ柔軟な思考と、文化が制度を補完する力を信じる姿勢である。そして同時に、それが制度の持続性と正当性にどう影響するのかという問いの構造を忘れてはならない。今回の動画は以上となります。ポンパドゥール公爵夫人は絶対王政下において長期という私的立場から出発しながら、外交、文化、財政、制度運営に深く関与し、その影響は一時的なものにとどまりませんでした。彼女の存在は制度と個人、ジェンダーと権力、文化と政治が織りなす複雑な構造を浮かび上がらせます。制度の空白を埋める非公式な力がいかに体制を支え、また変容させるかという問いは、近代国家の成立過程を読み解く鍵ともなり得ます。ポンパドゥール夫人を通じて見えてくるのは、制度の終焉に立つ者が時に制度の根幹を支えるというパラドックス。そして、その力が制度の限界を暴露する瞬間に、時代は静かに転換していくのです。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。